アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしていきます。インディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回は大変悲しいニュースなんですが、インディアンモーターサイクルの誇るアメリカンスポーツネイキッド FTR 生産終了のお知らせです。インディアンの FTR というバイクは2019年から発売になった新しいバイクなんですけれども、アメリカンフラットトラックというアメリカで非常に人気があるバイクのレースなんですが、そちらに出場するために作られた FTR750 というバイクがとにかく強くて、それはもうとにかく強くて、あのバイク市販で売ってくれという声に応えて2019年モデルからデビューしたのが FTR1200 シリーズになるんですが、これね FTR750 が強すぎて、どのチームのどのライダーさんも FTR 乗りたいということになって、レースの運営側からね、インディアンモーターサイクル強すぎると。なので表立っては言わないんですけども、インディアンモーターサイクル FTR750 に厳しいレギュレーション、ルール変更を毎年行って、インディアンモーターサイクル FTR を弱体化させようと。でもうちょっと他のメーカーさんのバイクにも勝たしてあげようという感じで、運営側からの不利なレギュレーション変更が毎年あったにかかわらず、2024年シーンまでなんとね8連覇、圧倒的強い、圧倒的速いインディアンモーターサイクルのものづくりの良さ、スポーティーな運動性能を証明してたと、そういう現状があったんですけども、こちら海外からのニュースで、アメリカンフラットトラックインディアンの FTR750、2025年のレースからは除外となりますとニュースが出てきまして、これねほんまにちょっと悲しい話やったんですけども、新しい規則では量産型エンジンのみ OK ですよと。インディアンモーターサイクル、こちらのレースに出てるエンジンは FTR750 ということで、市販のバイクじゃない、市販のエンジンじゃないよということで、最終ここをターゲットにね FTR750 市販のエンジンじゃないんでダメですよということになってしまいました。これ見てください。129のレースで286回の表彰台率 96% と、あまりに強すぎたということで、非常に残念ながらインディアンモーターサイクルアメリカンフラットトラックのレースから退場することになってしまいました。個人的に FTR とても発売された時からね思い入れが強いバイクやったんで、このニュース正直ちょっともうほんまテンション下がったんですけど、この決定を受けてなんなんと思った人はやっぱりインディアンモーターサイクル側ももちろんそう思ってたようで、抗議の意味合いも込めてね、市販バージョンの FTR1200 シリーズ突如生産終了になりました。とても残念です。これね2025年モデルには FTR もやりませんとオフィシャルで発表がありましたので、今手に入る FTR は2024年モデルまでわずかね5年で、このぶっちぎり速くてぶっちぎり強かった、そんなレースバイクを祖先に持つ FTR シリーズなくなっちゃうことになりました。ほんまに残念です。ただね、逆に言うとそんな悲しい運命をたどっちゃった FTR なんですが、手に入れるなら逆にもう今だけです。逆にもう今だけなんで、これ特に個人的に推したい、今まだギリ買える FTR ちょっと軽くご紹介していきます。まずは FTR2024 年モデル、スタンダードグレード、スポーツグレード、R カーボン、あとは限定車という感じでラインナップ出てるんですけども、 FTR の R カーボン、こちら、レースベースのデザインを引き継いで、前後オーリンズのサスペンション、ブレーキはもちろんブレンボラジアルマウントで、外装もねがっちりカーボン入ってますんで、一番ねこのレースが熱い FTR 商品化バージョン一番近いモデルといえばこの FTR の R カーボン2024年モデル。あとは
FTR 限定車、これもねほんまに限定数ちょっと出たばっかりやったんですけど、こちら、アメリカで有名なちょっとオフロード系バイクシーンのアパレルとかね、ギアとかを販売してる100% っていうメーカーさんがあるんですけど、そのアメリカの誇るインディアンモーターサイクルとアメリカのレースシーンでも名前が売れている100% がコラボした FTR100%R カーボンコラボレーションモデル、これもね日本に入荷した台数はディーラーさんの数と同じぐらいと聞いてるんで、26、7台かと思うんですけど、これのね色がめちゃくちゃかっこいい。車体自体はねこうエクステリア基本はブラックでまとまってるんですけども、カーボンの外装がブルーのキャンディーペイントになってて、これはねマジでかっこいいです。これは本当にマジでかっこいい。でちょっと写真やとなかなか伝わらんのですけど、このフレームのホワイトとブルーキャンディーカーボンの外装、ほんまにねこれはねかっこいいです。100% コラボの FTR R カーボン、そしてこれはもう直近で2024年に発売になった RSD スーパーフーリガン、カーボンではないんですけど RSD、ローランドサンズデザインっていう、アメリカの有名なカスタム屋さんとコラボしたスーパーフーリガンというレースに出たバイクのレプリカみたいな感じで、こんな感じ、もうね超かっこいい。こんな感じで今はねもうなくなっちゃったんですけど、この赤色のトレディスフレームブラックのタンクにはフラットトラックで無双した FTR750 を模したこのタンクデザインには RSD のロゴ入りと、タンクパネルにはこんな感じでこの車種スーパーフーリガンを示す堂々としたエンブレムには世界300台限定のシリアルナンバーが入ってます。これもねサスペンションはオーリンズで、マフラーはアクラポが標準装備されてまして、走りはもちろんなんですけど、やっぱりこのスタイルね、FTR が FTR であった理由を全て表現したとてもスペシャルなデザイン、めちゃくちゃかっこいいです。これはね今さっきお話しした100% のコラボレーションモデルとこのローランドサンズスーパーフーリガン、これもね入ってきてる台数そもそも少ないのでもう売り切れてるディーラーさんめちゃくちゃ多いと思うんですけど、もしまだこれ店頭にあるとか実は隠し持ってるとかいうディーラーさんも絶対あると思うんで、ちょっと気になっちゃった方はね是非お近くのディーラーさんに相談行ってください。限定車ではないんですけど最終 FTR の R カーボン、これね日本に入ってきた最終ロット10台ぐらいと聞いてます。なんでこれ持ってるディーラーさんめっちゃ少ないです。だいたいどのメーカーどのバイクも売ってる時みんな気になってるんですけど、なかなか乗ったり買ったりまではいかへん。でもいざ生産終了したとか廃盤になったとかなったらやっぱ急にもっと気になって欲しなってしまう人めちゃくちゃ多いと思うんで、今 FTR 生産終了になったいきさつはすごい悲しいお話で僕も残念なんですけど、逆に言うと今これ乗らんともう乗れへんぞと強力に後押ししてくれると思いますので、気になっちゃった人はね是非お近くのディーラーさん足運んであげてください。これねあとは是非乗ってください。めちゃくちゃ面白いバイクなんで。では、先ほどご案内した FTR RSD コラボレーションスーパーフーリガンとあとは R カーボンね原車ちょっとご紹介していきたいと思います。では今手に入る最後のチャンス、キウンの名車アメリカインディアンモーターサイクルの FTR 車両の紹介していきたいと思います。今回はねこの2台レギュラーラインナップの最高峰グレード R カーボンと、あとこちらはもう残ってるディーラーさんも少ないと思うんですけど300台限定で出ましたローランドサンズ RSD とコラボレーションした FTR RSD スーパーフーリガン
という限定車になります。じゃあね、 FTR っていうバイク自体は冒頭でもお話ししたように、もともとアメリカンフラットトラックっていうレースで生まれてレースで育ったという感じで、生粋のフラットトラックレーサーバイクなんですが、あまりに強くてかっこよかったので市販で乗りたいと、あのバイク乗りたいというリクエストが多かって商品化されたのが FTR1200 というシリーズになってます。この今手に入る FTR に関しては前後のホイールが17インチになった2世代目の FTR になります。初代 FTR はフラットトラックレーサーのスタイルそのまま活かしてましたので、市販車なんですけどフロントホイールが19、リアが18インチと結構ねがっちりした足回りのスタイルで僕は一番好きなんですけど、ただねシート高がちょっと高くって一般受けするまではいかへんかったもんで、もっといろんな人にいろんなライダーさんにアプローチできるように、前後17インチオーソドックスなスポーツバイクのスタイルになった2世代目 FTR という流れです。というわけでそんな2世代目 FTR、 今回は RSD スーパーフーリガンをモデルに各所見どころデザインのツボご紹介していきたいと思います。 FTR ね、 R カーボンおよびこの RSD スーパーフーリガン、フロントリアサスペンションともにオーリンズ、フルアジャスタブルのオーリンズサスペンションが入ってます。ブレーキはダブルディスクのラジアルマウント、ブレンボのブレーキ、もうスポーツバイク前としたがっちりした足回り、あとこのスーパーフーリガン見ていただいたらこの赤色ね、これがまたインディアン伝統の赤色、かっこいい。この色で塗ってある FTR は RSD スーパーフーリガンと、あとは初代 FTR で出てたチャンピオンシップエディションっていう2機種だけです。スーパーフーリガンは日本導入がディーラーさんの数だけ26、7台、1000台モデルのチャンピオンシップエディションは日本にたった5台だけです。このホイールがねこの色してるだけで気分盛り上がります。で、こちら横から見たところ水冷のバイクなんで大型のラジエーターカバーがついてるんですけど、一番ね見どころなんね、やっぱりこのトレリスフレーム見てください。これトレリスフレームね、競技トレリスフレームっていう感じなんですけど、これがまたねかっこいいんですよ。やっぱりイタリアのドカティなんかは今はもうねないんですけど、一時期こうトレリスフレームがトレードマークになってたぐらい、このデザインを映えさせるっていうアクセントにもなるんですけど、インディアン FTR も見ていただいたら分かる通りね、このマフラーの液パイの曲げ角からこのトレリスフレームの覗いてる形からこのタンクデザイン、ペイントね、めちゃくちゃいいバランスだと思いませんか。これはほんまに他のバイクメーカーさんとか、他の車種ではほんまにないこのぎっしり感、全部がギュッと詰まってて力強い、すごいアメ車っぽさを感じる風景やと思います。あとは RSD スーパーフーリガン専用のデザインが入ったアンダーカウル、これもねかっこいい。またフラットトラックレースと、この車両のベースになってる元アメリカのスーパーフーリガンっていうのは全く別の系統のレースなんですけど、このアンダーカウル非常にスポーティーでかっこいいです。で、あとはここですね、ステップ周り、こちらも通常モデルの FTR と違って純正オプション、レーサーっぽさをさらにアップさせるデザインに、カーボンのヒールプレート、あとオーリンズのリアサスペンションにアクラポのアップタイプのサイレンサー、完璧。 FTR ね、ダートトラックのレースがモチーフなんで、もともとオプションでここにゼッケンプレートが出てたんですけど、スーパーフーリガンは特別なデザイン入ったゼッケンプレートナンバーワン。あとは全体の車体のカラーリングもデザインも合わせるようにローランドサンズロゴ入りのテールカウルの上もねすごいこうレーサーっぽい仕上げ、めちゃくちゃかっこいいです。ちなみにこのシートカウルは外れるので2人乗りはできます。で、シートはこちらは RSD 専用デザインのスポーツシートになってまして、RSD ロゴ入りのスポーツシート、あとはタンクコンソール
ここ見てください。インディアンモーターサイクルレーシングスーパーフーリガン、もうめっちゃアメ車っていう感じしますよね。やっぱり限定車っていうのもあるんですけど、限定車ならではの所有感を生かしてくれる、わざわざこのド派手な、またがった時ここいつも自分に見えますから、それだけでも気分を上げてくれる、いいと思います。一番下にはシリアルナンバーも入ってます。かっこいい。そんな感じでちょっと特別な FTR 超限定車両のスーパーフーリガン、ちょっと各部見どころをお伝えしていったんですけども、 FTR 手に入るグレードがスタンダード、スポーツ、あと R カーボン、こちら2024年生産分少しずつだけなんですけど、各ディーラーさん最終的な出荷として入ってくる予定が決まってますので、スーパーフーリガンも手に入らない地域やったり、カーボンちょっと派手かな、もうちょっとおとなしい色のないのとか、もうちょっと装備を省いてもいいから FTR 乗りたいわという方向けに、スタンダードやスポーツっていう選択肢も全然ありなんで、 FTR シンプルに足つきどんなもんかとか、エンジンの排気音どんなもんかとか気になるというところを紹介していきます。というわけでインディアンモーターサイクルの FTR 気になっちゃった人向けに足つきサウンドチェックやっていきたいと思います。失礼します。よいしょ。よし。私身長165センチ。今信号待ちスタイルだと足こんな感じ。右足の指の付け根べったり地面についてます。ライディングポジションこんな感じ。程よくステップ後ろ目。これはスーパーフーリガンは特別に純正オプションがついているので、この足の裏の収まりがめっちゃいいです。滑り止めがしっかり効いてます。こんな感じ。両足つけるとこんな感じ。今両足の指の付け根がちょうど地面についてるなぐらいなので、車体結構ね軽いです。全然怖くない。ただちょっとあえて言うならシートがちょっと硬い。快適にまったり走らせるようなコンセプトのバイクではないので、シート硬くていいんですけど、この辺は乗らはる方の趣味とか使い勝手に応じてあんこ抜いたりゲル入れたりしてもらって快適性上げてもらうのもいいかもしれません。あとはなんといってもまたがってこう見た時に、このタンクの上にシリアルナンバー入りのプレートがね、ド派手なプレートが目に入りますので、これだけでも十分テンション上がって楽しいと思います。ちなみにその他の FTR もここのタンク上デザインは入ってまして、 R カーボンやったらもうゴールドで R っていう字だけがついてたりとか、これもね演出としてぜひ楽しんでもらえたらいいのではと思います。ではエンジンかけていきます。インディアンのバイクの中でもやっぱ FTR って特別スポーティーなスタイルのバイクなんで、他のクルーザーモデルと比べるとすごいね、めちゃくちゃ元気がいい、やる気が出てくるサウンドやと思います。マフラーから出てる、こっちから聞こえてる音もなかなかこう歯切れが良くて気持ちいい音するんですけど、こっちのエンジン側のエンジン側の駆動音がねめちゃくちゃかっこいいです。これスカウトの 1133cc と同じ系統のエンジンなんですけど、これまたねスカウトと FTR またちょっと違う切り口でかっこいいです。いい。インディアンモーターサイクルマニアでは
日本で一番新しくて詳しいインディアンモーターサイクルの情報を更新アップしていきます。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。